こんにちは。今回の動画では、物が増えない7つの習慣をお伝えします。私は物が大好きで、未だに良さそうなものを見つけては検索しまくることも多いのですが、最近ではそんな物欲マキシマリストな私でも、物が安易に増えることがなくなりました。物が多い頃はやっていなかった小さな行動の積み重ねが物を増やさない習慣になっていると感じているので、私なりに物が増えない習慣をまとめてみました。私のように物が大好きな方や、減らしてもすぐリバウンドしてしまう方の少しでも参考になれば嬉しいです。物が増えない7つの習慣。1つ目、バッグの中身を出す。今では当たり前に帰ってくるとバッグの中身を出して元に戻すということが習慣になりました。以前は仕事から帰ってきたら水筒やお弁当を出すだけで、その他はバッグの中に入れっぱなしの状態にしていました。ですが、バッグの中身を全部出すようにしたところ、入っているだけになっていた、使っていないものがあることに気づいたり、ゴミを捨てているつもりでも実際は小さなカスが出てきたり、バッグ自体の汚れにも気づくようになりました。バッグの中身を全部出すと、せっかくだから洗濯してみようとか、オイルを塗ってメンテナンスをしてみようとか、消耗品のように使っていたバッグを以前より愛着を持って大切に使えるようになりました。バッグの中で物を取り出しやすくまとめていたはずのポーチも、中身を全部出してみたら、入れてあるだけになっているコスメや文房具があったり、心配で持ち歩いていた書類も実際はほとんど見ていないということもありました。バッグの中身を毎回出すようになった今では、必要最小限のものだけをバッグに入れるようになって、少ないながらも必要なものは揃っているという感覚から、無駄な持ち物を買い足すこともなくなりました。見えないことが心配を招いて物を増やしてしまっていたのだと思います。物が増えない7つの習慣。2つ目、レシートを出す。一見小さなことのようですが、レシートはあっという間に財布をパンパンにしてしまいます。最近は現金以外でお会計をすれば、必ずレシート以外の控えがついてきます。買い物で疲れてそのままにしがちなレシートも、毎回財布から出すことを習慣にしてしまうと、財布に余計なものが入っていることが気持ち悪いと感じるようになりました。レシートを貯めていた頃は、自分が何にいくら使っているかも把握できていなくて、お金を使っている意識も低かったです。レシートを毎回出すようになって、レシートの数は手に入れたものの数だということを実感すると、本当に必要かということを考えて買い物ができるようになりました。物を増やさない7つの習慣。3つ目、チラシをもらわない。以前はお会計の時、歩いている時にチラシやポケットティッシュを手渡されると思考停止でもらっていました。チラシはもらえば紙が増えますし、チラシの内容によっては購買欲をかき立てられてしまうこともあります。いくつかのお店で買い物をしただけでも、チラシやクーポン、福引券と何かしらの紙類を渡されて、帰ってからレシートやらチラシやらいらない紙類を捨てるだけで疲れてしまうこともありました。物を買う時もそうですが、ただでもらうものでも受け身になるのではなくて、自分にとってそれは必要かを考えて断ることがとても大切だと感じています。
それが習慣になると、いらないチラシが増えることも、SNS を見ても物に振り回されて散財することも減るようになりました。物が増えない7つの習慣。4つ目、定位置を作る。私はもともと雑貨が大好きで、おしゃれで素敵な雑貨や道具をたくさん買った経験があります。見てくればかりを整えて、日々使うものの定位置が定まらず、探し物をしている時間がたくさん取られていました。見つからないからと買った後にどこかから出てくることもよくありました。最近はキッチンカウンターを出品しているのですが、なくなった時のためにキッチン収納の中のものを実験的に入れ替えをしています。いつもの定位置に使うものがないと、朝の忙しい時間にあれがないこれがないというやりとりが発生してしまい、家族にとっても小さなストレスになっているのを感じています。物の定位置が決まっているだけで、不安や心配だからと物を買い足してしまうという気持ちもなくなりました。定位置ができると持っているものの把握ができている状態になるので、必要なものは全部あるという安心感も得られるようになりました。物が増えない7つの習慣。5つ目、せっかく来たからという理由で買わない。旅行やお出かけをした時に、せっかく来たから何か買おうと思って物を買っていました。その中でも家で使えそうなものを選んで購入していましたが、そういう理由で買ったもので今でも残っているものはありません。おしゃれな雑貨屋さんで購入した木のしゃもじや良い香りのするアロマのロールオン、そこでしか買えない手作りの器、どれも素敵なものばかりで、買った時にはテンションマックスでしたが、自分の暮らしの問題を解決できるものを買っているわけではありませんでした。問題解決になっていないものは大抵そのまま所持してまた別のアイテムを買い足すことになってしまいます。しゃもじが謎に2本になって割れにくい器を新たに買い足す。物が物を呼ぶ状態に陥っていました。せっかくだからという理由で買えば無駄でなさそうな無駄な買い物が増えていきます。必要になった時に必要なアイテムを探して買うようにしたら、同じようなアイテムがいくつも増えなくなりました。物が増えない7つの習慣。6つ目、日用品は固定化する。結婚する前には自分の必要なものや欲しいものを買うことが買い物でしたが、結婚してからは食料品や日用品、生活雑貨と買わなければいけないものに追われるようになりました。若い頃のような感覚でドラッグストアに行けば、あっという間に時間が経って、あっという間に予算オーバーすることも多々ありました。今は予算内で買える価格のものを試して、これで良いというものを見つけたら固定化するようにしています。日用品を固定化してしまえば、これ使ってみようかなという迷いや誘惑もなくなるので、買い物の失敗が減りました。日用品だけでなく、いつも買う調味料や消耗品も固定化するようになってからは、無駄な買い物が減りました。固定化したものをリストにすれば、それ自体の見直しもできるようになるので、さらに無駄な買い物を減らせるようになりました。物が増えない7つの習慣。7つ目、買うものを書き出す。先ほどの日用品や食料品もそうですが、買わなければいけないものと欲しいもの、買いたいものが混ざり合って間違った買い物をすることがよくありました。例えばパックが欲しいのにドラッグストアで買うと
なんとなく買わなければいけないものに混ざり合ったりします。混ざり合うこと自体は良いのですが、本当に必要なものが買えなくなってしまうことが問題でした。欲しいものリストや買うものを書き出すようになってからは、買わなければいけないものを優先的に買えるようになりました。ただ書き出すだけで頭の中が整理されて、なんとなく必要かもと勢いで買ってしまうことも減りました。いかがでしたか？今回の動画では物が増えない7つの習慣をお伝えしました。はじめは少し面倒かもしれませんが、習慣化してしまえばやらない方が気持ち悪くなって、すっきりとした感覚が癖になります。私はなんとなくが物を増やす要因になっていることが多かったので、なんとなくでもらわない、なんとなくで買わないことを意識したら、書き出すことや固定化や定位置管理が習慣になりました。皆さんのなんとなく増えてしまうものもあったら、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。